皆さんこんにちは。今回は愛媛を紹介します。広島編の続きとなっており、しまなみ海道を通って道後温泉、松山市内観光の様子を紹介します。では行きましょう。まずはしまなみ海道を通って道後温泉に向かいます。しまなみ海道とは愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶ自動車道のことで、瀬戸内海に浮かぶ多彩な島巡りができます。今回は車で渡りますが、レンタサイクルでも移動可能です。レンタサイクルのターミナルは10カ所以上あり、別の島でも返却可能なので、気になる方は概要欄から確認してみてください。道中にはおしゃれなカフェもあるようですが、今回は時間の都合でそのまま愛媛に向かっていきます。愛媛県に入り、そのまま山を越えて道後温泉に向かいます。広島の尾道から道後温泉へは車で約2時間となっています。道後温泉に到着です。駐車場に早速足湯があり、上から道後温泉の本館を見ることができます。ご覧の通り、こちらの本館は現在営業しながら工事を行っているため、一部の温泉しか入れないという状況です。この工事は2024年の12月頃まで続く予定です。では早速温泉へと思ったのですが、まさかの整理券配布終了でして入ることができませんでした。正直ここまで人が多いとは予測できておらず、今更ですがネットでその時の状況を確認できるようなので、今後行かれる方は確認してから行かれることをお勧めします。道後温泉にはこの本館の他にも別館が2つあるのですが、別館も90分待ちという状況だったので、もともと明日は松山城に行く予定でしたが、予定変更して明日もう一度道後温泉に来ようと思います。ということで、せっかくなので付近で食べ歩きをしようと思います。道後温泉は西暦720年に作られた日本書紀や日本最古の和歌集万葉集にも登場する歴史ある温泉です。駅の近くではこのように足湯も楽しむことができます。道後温泉駅から道後温泉本館へと続く道はハイカラ通りと呼ばれ、グルメやショッピングを楽しめます。こちらのテンファクトリーは愛媛の名産みかんを使ったジュースやデザートを楽しむことができます。みかんジュース3種お楽しみセットなんかもあります。車で来ていたので一人だけみかんビールをいただきました。ではさらに奥へと進んでいきます。こちらのカンパチというお店は愛媛の新鮮な食材にこだわった100種類以上の缶詰をすべて手作りで作っています。奥で試食もできるようです。続いては坊ちゃん団子をいただきます。夏目漱石の小説坊ちゃんでは、主人公の坊ちゃんが道後温泉に入り団子を2皿食べたエピソードがありまして、それにちなんで生まれたのがこの坊ちゃん団子だそうです。一口サイズで食べやすく、お土産にも良さそうですね。続いてはこちらでアイスモナカをいただきます。
バニラ、いよかん、抹茶の3種類あり、愛媛ということでいよかんにしました。さっぱりしていて夏にぴったりの美味しさでした。ここからさらに進んでいくと道後温泉本館につながっており、軽い観光にちょうどいい通りでした。では続いて松山市内に到着したので、夜ご飯を食べに行こうと思います。道後温泉から松山市へは車で15分、電車で20分ほどになります。松山市は空港へのアクセスも良いので、ホテルは松山付近がおすすめです。ちなみにちょうどこの日は松山野球拳踊りというイベントが開催されていました。ですがお腹が減っているので、早速お店に向かっていきます。商店街を抜けた先にある角屋という鯛めしのお店です。とても人気のお店で30分ほど待って入店です。店内はこのような感じになっており、メニューとしては鯛めしを中心におつまみなどもあるようです。早速ビールで乾杯です。こちらがお待ちかねの鯛めしです。先に言いますが、これがめちゃくちゃ美味しくて、いろいろ旅行した中でも上位に入る美味しさでした。少なくともこの旅行ではダントツ1位の美味しさです。では食べる流れを紹介します。まず卵をかき混ぜて海藻を入れます。続いてご飯をお茶碗に盛り、ご飯の上に鯛を乗せていきます。鯛を初めから卵と混ぜても OK です。その後かき混ぜただし汁をかけていきます。こんな感じですね。鯛の刺身に秘伝のだし汁がマッチしていて最高でした。翌日は朝から道後温泉に向かいました。ただ8時半に行ったのですが、まさかの整理券が16時からの分しかありませんでした。ですが別館は30分待ちだったので、別館の方に行こうと思います。ちなみに道後温泉は千と千尋の神隠しのモデルの一つとされていますので、ジブリ好きならぜひ行きたいところですね。こちらが別館の飛鳥の湯です。こちらで受付を行い、料金を先に支払います。お風呂のみなら610円、2階で休憩するなら追加料金が必要となります。僕たちは大広間を利用するプランにしたので1280円でした。すぐ近くにはこちらのもう一つの別館の椿の湯があります。こちらは大人400円で大きなお風呂があり、街の銭湯のようなイメージです。ではこちらの飛鳥の湯の方に入っていきます。中はこのように綺麗な作りとなっています。僕たちは大広間を利用するプランにしたので、まずは2階に上がります。畳が敷かれた休憩所で落ち着く雰囲気ですね。こちらで先に説明を受け、その後お風呂に入ります。お風呂から上がると浴衣に着替え、こちらでお茶とお菓子をいただきながら休憩ができます。肝心の温泉は内湯と露天風呂があり、とても気持ちよかったです。厚めの温泉でしたが、その後休憩スペースで涼むという流れが良かったです。
カップルで旅行に来たらぜひこちらを利用したいですね。この後は松山市内の方に戻り、昼ご飯を食べようと思います。昼ご飯は昨日の夜ご飯が美味しすぎてまた鯛めしにしました。こちらも営業開始前から列ができるほどの人気のお店です。ちなみに実は鯛めしは2種類あります。僕たちが今から食べようとしているのが宇和島鯛めしと呼ばれる鯛の刺身とだし汁を絡めて食べるタイプです。もう一つは松山鯛めしと呼ばれる鯛の炊き込みご飯のようなタイプもあるようです。今回も鯛めしは抜群の美味しさでした。先ほどのお店から少し坂を登ると松山城へと続くロープウェイがあります。今回は時間の都合で行けませんでしたが、重要文化財にも指定されているお城になります。では坂を下りながら松山城へと続く道を散策していきます。少し下ると先ほどの鯛めしのお店があり、その先に進むと観光物産館というお店があります。こちらでは愛媛のさまざまなお土産を購入できるだけでなく、蛇口からみかんジュースを飲むことができます。こちらはコップ1杯100円でして、レジでコップを購入していただきます。濃厚なみかんジュースで美味しかったです。さらに進むと霧の森というお店があります。こちらは通販で大人気のお店で、地元の新宮茶を使った手作りの抹茶スイーツを楽しめます。飛行機の時間までまだ少しあるのでカフェで少し休憩です。こちらはレトロな雰囲気のお店です。少しお腹が空いていたのでアイスコーヒーと抹茶ケーキを注文しました。では松山空港から東京に戻ります。ちなみに松山空港でも蛇口からみかんジュースが出るようです。広島から愛媛にかけて2泊3日の旅行でしたが、想像以上に良かったので皆さんもぜひ行ってみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。